はい、氏家でございます。今ねこちらのリフェイス DX を弾いてこのローランドの JX03 を鳴らしましたが、まあ普通にこの状態ですけど、普通はね MIDI でつないだりしますけど、今見てください。このねキッコサウンドの MI1 ってやつを、これ MIDI 端子です。リフェイスのね MIDI のインとアウトなんですけど、ここでこうなっていて、ここにJX03 のここにもインアウト端子が MIDI 端子ここにありますけど、これでつながってると。このキッコサウンドの MI1 っていうのは何かというとですね、Bluetooth でこのね LE MIDI ローエナジー MIDI っていうのがね、こういう規格でつながってるんですよ。無線でつながってる。今 MIDI コードつないでません。ここからここに送られている。素晴らしいじゃないですか。ね、全くこの遅延とか遅さっていうのはないですね。レイテンシー。例えばね、こっちが違う音にしてみましょうか。ちょっとビブラフォンみたいな。もう遅延がほとんどないのがよくわかるでしょ。もうね、大幅にこのね Bluetooth で、この無線状態っていうのはもうこういう状態になってると。しかもですね、転送速度は全然問題ないでしょ。で、大量の MIDI データとかエクスクルーシブデータを送っても全く問題ないというね、そういうレベルにまでいってしまったこのキッコサウンド MI1、 よくできてますね。今はもうこのね MIDI 端子がある機器同士をこうやってつなぎましたけど、いろんな応用の仕方があるんでね、ちょっと見てみましょうか。この MI1 見ての通りね、ここ MIDI 端子のこのねオスの端子がこうあるように、これね非常に丈夫にできてますね。バッチリですねこれで。で、これ矢印がここにあるんですけど、見えるかなカメラさん。矢印、この行きの矢印と戻ってくる矢印だ、この矢印で MIDI インを入れてやって MIDI アウトを入れてやると、そうすることで、Bluetooth 上でこうね飛んでいくと、信号がということですね。で今リフェイス DX の MIDI インとアウトがここに刺さっていて、さてここに iPad が出てきました。iPad Bluetooth ね、完全に対応してますんで、このリフェイス DX ボリューム下げといて、この iPad の今アニモーグっていうねモーグのアプリがこう立ち上がってるんですけど、これでこれをこれで弾いてみたいと思うんですけど、出ませんね。はい、これどういうことかというと、当然アプリ側でセットアップが必要です。これ見てもらったらと分かるようにね、これ MIDI インとアウト、これをね見てください。もうカメラさん寄っていただくとこんなに MI1 Bluetooth ってのはもう現れてんだよ。この状態でちゃんと通信しているということですね。じゃあ Bluetooth 選びます。それによってバッチリだね、バッチリだね。もう全然レイテンシーほとんどないですね。バッチリ。ちょっとまた違ったアプリをやってみたいと思いますけど、この DFace DX から今度コルグのねモジュールっていう、これアプリですね。これは、このカテゴリーで音色を選んでやって、今ブライトグランドピアノにしましたけど、ここでねセットアップ見てみましょうか。どんなことになってるかというと、ここでもう Bluetooth がもうスキャンされてる状態、ここでもう完全にスキャン済みという状態で普通に
もう素晴らしいね。これ全くレイテンシーがないの分かりますね。もう全然問題ない。素晴らしすぎるねこれ。もうなんかすごいな。ね、アプリの作り方にもよるんですけど、このコルグのモジュールっていうのはもう一番レイテンシーが少ない状態で、アプリ上でも非常に完成度が高いということで、この Bluetooth LE にねマッチングバッチリじゃないですかね。このセットでね、最後にちょっと面白いことやってみようと思うんだけど、これどういうことになってるのかというとですね、まずここに DX リフェイス DX がありますね。これ電池で動かしてるんで、ラインアウト何もつながってない状態で、MIDI アウトからこのキッコサウンド MI1 をここにねつないでおりますね。はいでしょ。でこれで何が起こるかというと、このアニモーグっていうねソフト、完全に、このリフェイス DX が MIDI キーボード状態で、こいつを鳴らすということになってますね。でこの面白いことは何かというとね、実はこれねオークシーというシーケンスソフトを使ってるんだけど、これ非常に面白くてですね、このシーケンスソフト、すなわち iPad 上のシーケンスソフト、ここからね MIDI シンク信号、 MIDI のスタートストップとテンポ情報ね、これがこの Bluetooth、 すなわち iPad の Bluetooth でこちらに送られてるんですね。ボルカビーツのドラム、これに送られています。でね、ボルカビーツっていうのはここにね、ボルカシリーズって MIDI インプットがあるんで、ここにで MIDI インプットが刺さってるんだけど、実は MIDI アウトがないので、MIDI アウト用にねこういうキッコサウンドのこういうキットがありましてですね、 MIDI アウト専用で、電源をこう供給して MIDI アウトをつないでいるという状態になってます。そしてさらにこれトラックがねいくつかあるんだけど、トラックの1でシンク信号を送っていて MIDI のね、でベース、が鳴るんだけども、内蔵音源のね、でここのね MI1 Bluetooth ってここに出てるんだけど、このパートはこっから Bluetooth、 iPad が Bluetooth でこのノードラック3に送ってるんですけど、ノードラック3裏パネルがどうなってるかというと、こうなってます。キッコサウンド、ここのインアウトね、MIDI インアウトに刺さってる状態、すなわちこちらの信号がこちらに送られるというね、トラック3の情報、MIDI 情報がノードリード、ノードラック3にこれが受け取って鳴るという状況ですね。どうですか、実際やってみましょうか。まずスタートするとね、来ましたよ来ましたよ。今これベースは内蔵のベースが鳴ってます、オークシーのね。でドラムが見事にポルカビーツがね、待ってください、スタートストップしてますよ。スタートしてみましょうか。バッチリでしょ。でこの Bluetooth、 こいつね、このトラック3の情報をノードリード、ノードラック3で鳴らしてみようかな。はい、見事にいってますね。どうですか、キッコサウンド MI1 最高。